どうも、モブです。今回は武装システムについての動画になるよ。それじゃ、早速見ていこう。まずは、影の武装について簡単に説明していくよ。新要素の影の武装は、影の等級を将軍等級まで上げたものに専用武器を装着し、追加効果を獲得することができるよ。また、武装を有効にするためには、専用アイテムの影の残響を使用し、武器を獲得する必要があるよ。影の残響の合成には、影の痕跡と上級マナ石が必要だね。そして、武装が有効になれば、戦力や特定のステータス増加の他に、新たなスキルと武装効果を獲得することができるよ。また、武装効果は、剣能とは違い、ハンターや水篠には適用されないので注意しよう。さらに、レプリカではあるけど、通常の武器と同じ概念であるため、凸を重ねることができるよ。また、凸を重ねるたびに、特定のステータスが増加したり、武装効果が強くなったりするよ。凸を重ねるためには、深淵の結晶というアイテムが必要だけど、破滅の力や土器の戦場でしか獲得できないので、これらのコンテンツには積極的に取り組もう。次に、それぞれの影の武装について見ていくよ。まずは、岩尾だね。岩尾は、武装効果で敵から攻撃を受けると、敵の攻撃力と自分の防御力を減少させるよ。一見、デメリットもあるように見えるけど、岩尾には特殊効果を持つスキルがなく、剣能メインの影であるため、ほぼナーフを受けてない感じかな。そのため、剣能の評価も含め、将軍等級までの昇格と、武装を優先することをおすすめするよ。次は、ベルだよ。ベルは、武装により、断罪効果を持つスキルが増え、安定して効果を発動できるようになるよ。また、与える回復量が増加するため、水篠などにも影響があり、とても評価の高いものになるよ。さらに、最近では、非属性パーティーの活躍もあり、ベルの価値が高まっているので、進級も含め、優先して武装することをおすすめするよ。次は、イグリッドについてだよ。イグリッドは、武装により、麻痺効果を持つスキルを獲得できるよ。このスキルは、似たようなものを、バルカも獲得することができるけど、発動条件に違いがあり、イグリッドは、命中するだけで発動可能だよ。また、武装効果では、クリティカル率と、クリティカルダメージを増強することができ、これらのステータスが低い影にとっては優秀な効果になるよ。次はアイアンについてだよ。アイアンは武装により強力なスキルを獲得できるよ。このスキルには領域内の影の受けるダメージ減少やスーパーアーマーを発動でき、他の影たちを大きくサポートすることができるよ。また防御力減少の効果を持つスキルが増え、安定して効果を発動できるようになるため、優先して武装するようにしよう。次は、ケルベロスだよ。ケルベロスは、武装により、燃焼効果を持つスキルと、その燃焼状態の敵に対して、スキルダメージが増加する効果を獲得できるよ。評価としては、武装効果は魅力的だけど、特殊スキルの価値が低いため、武装の優先度は少し低めかな。最後にまとめだよ。まずは、新旧と武装を絡めたランキングは左のようになるよ。今回の動画で紹介しなかった牙、カイセル、バルカ、タンクは剣能や武装効果も強い部類ではなく、編成する機会も少ないため、優先度は低くなるよ。また、似たような考え方で、剣能も優秀であるイグリッド、岩尾、ベルあたりの優先度が高くなるよ。そして、おすすめの武装順序としては、現在、光の攻防デイモスハードモードの先着イベントが開催中であるため、少しでも戦力を上げたい人は、ランキングを意識しながら、母体確保をおすすめするよ。その理由は、レプリカの凸に必要な影の痕跡は、進級する際にも必要であり、またレプリカの凸の使用上、戦力の上昇値は均一でも、必要在価が増えていくため、戦力重視で考えた場合は、
母体を集めていくのが効率が良いよ。また、戦力が十分にある人は、1の方法より絞って、破滅の力や土器の戦場を意識しながら、レプリカの凸を重ねよう。その理由として、影を使える上位コンテンツが、破滅の力と土器の戦場のみであり、専用アイテムの獲得先も、これらのコンテンツだからだね。今回の動画は以上になるよ。これからもこのチャンネルでは俺あらの動画をたくさん投稿するつもりだよ。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。